どうもガトです。岡です。人相が悪いオガトファクトリーです今日はねこういうメガネしてるんですけど、何をしたいかっていうと、いよいよ届きましたね。はい。今日はスナップメーカーの動画になります。はい。何月だったかな、もうかれこれ3ヶ月以上になる。そうですよね。してから10ワットモジュール、10ワットレーザーモジュールというのが発売されて、注文したのは発売前ですよね。それで、日本に届きまして、今週受け取りました。はい。でパッケージを開けて、こちらがもともとついている 1600mW のモジュールです。並べてみると一目瞭然ですね。こんなにサイズ違うんですね。やっぱりね 10W ですからね。これがこのサイズに変わります。そしてさっきの箱ですね。こちらの箱に何が入っているか。こちらは掃除道具と取り付け用のビス、それからこれは先っちょのレンズのカバーですかね。そしてこちらはもう開けずとも分かります。レーザーから目を保護するためのメガネ。保護メガネ、もともとついているやつはグリーンなんですよね。でこちらはちょっと茶色です。こちらがもともとついている 1600mW の方のモジュールについてきた保護メガネです。ブラウンのゴーグルです。形状は一緒ですね。ついてた感じですね。そしてここに入っているのは何でしょう。キャリブレーションターゲット、調整用のアルミの板が入ってます。そしてこれは前もついてましたね。接触の隙間を測るゲージです。そして説明書ですね。そしてこちらは材料が少し入ってました。こちらはプラスチック、こちらは木材ですね。5ミリの合板が入っていました。説明がここら辺に書いてありますね。アナライズドアルミニウムアクリル3ミリブラスウッド5ミリと書いてありました。はい。これがパッケージになって入っておりました。詳しくはちょっとこのスタートガイドを読んでみて、どんなものか確認をしていこうと思いますが、とりあえず開けるだけ開けてみました。その後、このクイックスタートガイドというのがついてくるんですが、この中でですね、まず本体のファームウェアのアップデート、はい、それから、キャリブレーションをしなきゃいけないと。はい。キャリブレーションって何ですか？正しく場所を認識してるとか、そういうレーザーの照度、焦点距離を自動で測ったり、そういうやつを、はい、ほとんど自動なんですよ。カメラで認識して、はい、その置いてある素材の厚さを勝手に測ってくれるので、その前にワークプレートのところギリギリのところの高さを最初にこっちで設定をしなきゃいけない。はい。
それは他のね、CNC とかあと出力の低いレーザーの時もも同じようにやってましたけど、はいそれをやって、今度は自動で素材の厚さを測って、でこれ用にですね、キャリブレーション用のなんか金属の板がついてきたんです。これですね。これですね。これですね。出力の弱い方はなかったんですよ。こんなのなかったですよね。1600ワットの方には1600ミリワットのやつにはついてなかったんですけど、今回この10ワットモジュールにはこういうものがついてきました。やっぱり出力が高い分紙っぺらとかおそらくね、その金属のこのプレートでこの中に四角いターゲットが書いてあるので、これを目安にカメラが見て、その範囲でレーザーがちゃんと認識しているかっていう、レーザーモジュールが認識しているかっていうキャリブレーションをするんだと思うんですよね。なるほど。だからこれにはキャリブレーションターゲットって書いてあります。で、今日はそのスナップメーカー本体に GoPro をはい。レーザー用の作業台にずっと動くんですけど、 GoPro をクリップしましてそのレーザーが当たっているであろうあたりをピックアップしてはい。撮ろうと思っています。でもう一つはここに置いていますけども、引き全体が見えるカメラを1台置いてます。はい。こっちに3キャメですね。3キャメもう1個つけられるんですけど、まあこんだけあるからいいかなっていう感じですかねはい、じゃあとりあえず、はい。スナップメーカー本体の方に向いているカメラに切り替えます。はい。どうぞ。メガネしてるんですけど、はい。レーザーがね目に悪いので、え実際に物に当たったところの強い光を直接目で見てしまうと目に影ができてしまうので、はいこれが本来その 10W モジュールについてきたゴーグルなんです。元のやつはちょっとちょっともうちょっと薄い緑色だったんですけど、うん形は全く一緒で、これだとちょっときついので下にもう一個ダブルサングラス。サングラスをつけて、でこっちはメガネの上にします。でも実際こうやって喋ってる時ね、見えないんですよ。これだとかなり暗いですね。暗いですね。溶接してるみたいで、はい。なので、これからこちらを本体をね見ながらはい。電源を入れるところからやっていきますので、はい時々こっちも映ってると思いますけど、アホ面してるおっさん2人が、ははい、じゃあまず電源入れてみましょうかね。はい。ポチッ、入った。これキャリブレーションの時もいやレーザー出ないから出ない。あ、じゃあこれはもう外していいってことですね。今のとこね。でまずそのファームアップしないといけないんですよ。で一応ダウンロードはしてるんですけど、今のファームウェアが何が入ってるかによって Wi-Fi で直接ファームウェアを入れられる場合もありますということで、こっちにして設定でファームウェアのアップデートこれですね。 1.13.2 が入ってるっていうことは、ファームウェアのバージョンが 1.14 1.13 ですね。 1.9 以上であれば Wi-Fi 経由で、できるけれども、これはできるはずです。セッティングファームウェアアップデートクリックフォーアップデーツ、来ました。で今すぐアップデート来ました。 14.2 クイックスタートガイドの 1.72 っていうところに、ちょっと見えにくいけど、はい、ここに 14.0 っていうことで 1.9 よりも新しければWi-Fi 経由で直接できますと。それ以前のやつは、USB フラッシュドライブでアップデートしてくださいという内容が書いてありました。で今終わりました。はい。できました。はい、1.14.2 が最新版のようですね。そして次がキャリブレーションをやるんですけど、まずクリアランス、これか、キャリブレーション用のシートを置いて、こ
このシリーズって説明書がすごい綺麗ですね。上等なそう上等なんですよ説明ね。すごいカラー刷りのね写真入りのね紙もいい紙ですよね。ね、ペラペラのやつじゃない。このおもちゃもね使いこなせるようになったら大したもんだよね。ですよね。今のところね全部モジュールを使ってるので、今回の 10W モジュールは金属に刻印ができると、それから黒く塗ってある、黒く加工してあるアルミはカットができる。アルミまでカットできる。厚さがねどんぐらいか、書いてちょっと読んでないんですけど、アルミパーツをじゃあ削り出せちゃうってことかですね。だからその今まで合板は4ミリぐらいのしか切れてなかったんだけど、それがもうちょっと厚いのまで切れるようになって、はい。大きいですよね。それだけ厚いものが切れるとかね、刻印も硬いものにできるようになってね。金属に刻印できるってことはなんか本当いろんなものオリジナルグッズじゃないけど、試してみないとわからないんですけど、はい、一応楽しみだな。英語版になったらスイフティーノート初めにこれでやっとその 10W モジュールの、コントロールができるようになった。そっか、だからやっぱり動かなかった、ね、認識してなかったんだ。そうだね、これが一番最初に出てくる画面、セーフティーノーティス、まさにこれですね。読みなさいと。これでツールヘッドフォーカスキャリブレーション、ここで初めてキャリブレーションができると。なるほど。はい、じゃあこのガイドの通りですね、はい、でスタートを押します、はい、これだけ開始って日本語なのが面白いですね。でもこれほら日本語版のファームウェアだから、はい、で、Go Home、この 10W モジュール用のホームに行くんだね。ホームポジションがまた違うんですね。違うんね。ど真ん中に行くんでしょう。でZ 方向のコントロールをして、これでシックネスゲージで隙間を、これと A4 の用紙どっちでもいいって書いてあるので、A4 のコピー用紙でも代用できると書いてあります。じゃあこれを置いて Z を下ろしていきます。その 0.1 ミリっていうのに変えて下げていきます。これはもう今までと同じですね。でこうちょっと動かしてると当たってくると重くなるので、来たということですね、はい、この絵の通りですね。こういうことですね。はい、OK です。この状態でこれを真ん中に置きなさいと。要するにここにカメラがあるんで、カメラの範囲にこれを入れてくださいっていうことですよね。来ました。これでその置かれているこのターゲットが四角の中に入っている赤いのがね、ポイントがついてますね。そうでこれがちゃんと入っていれば、真ん中に持っていけと。カリブレーションターゲットの表面に持ってれば OK ってことだね。だいたい真ん中に持っていって、それで、キャプチャー、これで幅を高さをサクセスだね。はい、これで自動でこのターゲットの厚さを確認したということなんですね。で紙に変えるんですね。次ね、キャブレーションカメラしてございます。はい、でこれをここに置いて、はい、
ゴーグルをしてください。はいはい、ここでレーザーが出ます。じゃあ私は20メガネ。よいしょ、1つ2つ、はい、これでいきます。ちょっとスティービーバンドになりました。なんか寝言言ってます。はい、なるべく見ない方がいいですね。なんかスポットライトみたいな。これで焦点を合わせてなるほど。レーザーで今度切っていくでしょ。光ってる。これ直に見たら結構やばいやつですかね。ですね。目に黒点ができちゃうのね。緑内障とかちゅうか網膜自体に焼き付いちゃうね、強い光が。昔私飛行機の整備してる時も、はい、ボアスコープ点検って言って胃カメラみたいなのでエンジンの内部を見る点検があるんですよ。でそのファイバーの先から強い光で当てて、中を見るんですけど、その光がね網膜に焼き付いちゃうっていうことがあって、だから苦手にする人もいましたね。だから強い光はどうしても目に黒く焼き付いてしまうことがあるので、特にこういうレーザーとか溶接とかね、そういうものは直接その光を見ないようにするためにこういうゴーグルをします。カメラを通してもやっぱり強い光になるので、だからこれ動画もね一応強い光が出ますっていうのは表示しないといけないですね。なんかカメラの方のライトですかね。はいはい。なんかちょっと観察みたいですね。そうね。綺麗な正方形の。はい。これもう切り抜かれちゃってる。そう、紙なんで、縦横ね切って途中がつながってるんで切り抜けはしないんだけど、そのカメラがちゃんと正しい位置で確認できているかで、レーザーがちゃんと切れてるかっていうことを確認するためにメガネ外します。おお、なんか切れてるんじゃないですかこれね。うわ、GoPro でもちゃんと分かるぐらいです、でこれがキャリブレーションなんですよ。はい、実際に使うときは今度はこういう素材を置いた状態で、それを固定をして、G コードって前もやりましたけど G コードファイルっていうので焼いていきます。はい、変換してやったやつですね。そうですそうです。でその素材をカメラで認識して位置を合わせて、実際のカットだったり刻印だったりっていうことができる。これはもう前のね 1600mW の時から同じことをやってましたので方法は一緒です。で前はただの定規みたいな線だったんだけど、今回はなんかこう分度器みたいな絵が出るように。なるほど。キャリブレーションはもうこの状態で終わりですので、完了ってやれば素晴らしい OK です、素晴らしい。レーザー刻印と切断の初期設定が正常に完了しました。これでスナップメーカールバンを使用して G コードファイルを準備し、彫刻または切断を開始できます、ということでした。つまり初期設定は無事終わりました。英語のガイドでしたけどなんとかクリアしました。だから次の動画ではちょっとね実際の素材をカットしたりしてみようかな、10W モジュールを最初に手にした段階でやらなきゃいけない手順が、英語版のガイドしかない人、今のやり方を見ていただければこんな感じで切れてるんですね。縦横のね直接つながってないというね、切れ目綺麗だね。ですね。やっぱ出力高いとそれだけ紙とはいえ、焦げの幅も狭いし、本当にね綺麗に切れてるんですよ。こんな感じなんです。
ね、すごいじゃないですか。ということで今日の動画はこういう感じで、スナップメーカーの 10W レーザーモジュール、新しいモジュールをつけてみました。ニューガジェット、ニュー武器。ああ、そうですね。これを使って何ができるんだろう。ちょっと厚手のベニヤとかも切れちゃうので、ちょっと面白いかもしれないですね。ですよね。細かいサイズとか、ギターのロゼッタの、カッティングしましたよね。あれのはめ込む側のそうね、細工なんかこれで切り出せるんですかね。同じカットをしていればそのままつけられるので、ですよね。いけますよ。ですよね。なんか楽しくなってきましたね。なんかこういつもね木工が多いんですけど、たまにねこういうハイテクな、まあ言ってみたら我々の一番目玉というか一番最初に始めたのがこれなんでね、一番の強力な武器なはずなんだけど、しばらく最近登場しなかったんですけど、ね、そう3D プリントをやったりしましたよね。それで CNC っていうルーターでカットしていくのもやってみましたね。ということで、やりましたね。で、いよいよ今度 10W のレーザーが使えるようになったので、やることが増えるかな。楽しみです。ということで今日はスナップメーカー 2.0 の 10W レーザーモジュールのご紹介をいたしました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。